今回は秘宝、久保しおりさん、幼稚園の頃から野球好きな設定なのに川崎宗則を知らないに対するオタたちの反応をまとめてみました。それでは、どうぞ。本当にパリーグ応援してて川崎宗則知らないとかありえるの？今時野球って。久保の野球好きはビジネスだろ。自分が成り上がるために楽天でチアしてただけ。幼稚園時代からチアやってんのにビジネスって、ここまで頭悪いと生きてて大変だろ。そのままの意味だけど、久保しおりは目立ちたいからチアには興味あるけど野球は好きじゃなかった。けど今は踏み台にするためにビジネスで好きって言ってる。お前頭悪すぎだけど日本語も読めないの？お前は何もビジネスできねえんだからその無駄口塞いどけよ。目立ちたいからチアやってたソース出して。同じパのスター選手でニュースやテレビなどメディアでも散々活躍してたのに。本当は野球自体にはあんまり興味なかったのかもね。川崎を詳しく知らないだけでは？川崎じゃなくて川崎だよ。川崎だと健次郎になっちゃう。すまん俺のスマホだとこっちバージョンの予測変換しかないんだわ。宗林知らないとかありえないやろ。2011年までバリバリソフトバンクでやってたのに。こいつマジでキャラ作りで矛盾してないか？昔はラジオで楽天が優勝した2013年から見るようになったとか言ってたのに今は幼稚園からとか言ってんのかよ。そんなこと言ってないだろ。2009年頃にイタリックショートを熱く語ってるぐらいだし普通に幼少期から球場通ってると言ってるが。すれ立てたやつも賛同してるやつも日本語知らない外人だろ。会話を理解できない。普通に幼稚園の時スタジアム観戦してる画像あるやん。地方症やんお前。認知症な、地方症なんて言ってるの40代以上だけだよ。おじいちゃんバレちゃったね。しかも認知症なのは久保だろ。自分で2013年って言ったんだから。別にいいじゃんお前は60歳なんだから。しっかり地方と認知の説明までできてる初老やん。野球好き。野球選手好きとは言ってない。てかここでも野球の話してんのか。宗林のことを知らないなんて一言も言ってないだろ。ソフトバンク戦の時に見かけたかどうかって話。まあこれなんだけど、スはバカすぎて理解できない。そりゃわっちょい焼かれるわな。宗林知らないはさすがにありえなくないか？マジでビジネス野球ファンだろ。あまりに他の球団の選手のことを知らなすぎる。試合見てたら嫌でも覚えるじゃん。俺パリーグなんて見てないけど宗林くらい普通に知ってるぞ。楽天好き、野球好きとは言っていない。野球の知識はそこらの男子以下だぞ。乃木坂入って作った設定だからしょうがない。野球興味なくてもスポーツニュースで MLB の時よく見たけど。前に ANN で阪神の大山のこと知らなくて本当に野球ファンって疑ってたんだけど確信したわ。楽天以外詳しくないしセリーグは対戦する機会が少ないから知らなくても無理はない。だから宗林のことを知らないなんて一言も言ってないじゃん。球場でダンスしてる時に見てると思うけどどうだったかって話なのになんだこのコロコロ自演は。東北仕事獲得のために楽天の選手だけを調べて試合も本当はニュースだけしか見てないんだろうな。実際スタジアムで見たかもしれないって話だろ？よく覚えないけど多分見たかも？まとな。相手チームなんて覚えてるわけないやん。野球チームのチアダンサーなんてそもそも選手をじろじろ見てる暇ないからね。試合前に踊ったらさっさとグラウンドから退場しないと怒られるし。それよ。球場で見たかどうかの話なのに誰だか知らないけど捏造があからさますぎで自演コロコロ。そんな話じゃないぞ。キャプだけ見て勘違いしてるのバレバレだよお前ら。自分が知ってることは常識だと思ってるバカの典型。いや川崎宗則は知ってて当然だろ。逆にパファンで知らない奴いるのかよ。ビジネス野球好きで構わんけどサッカー影山と並列するのはやめといて。俺野球好きだけど源田知らなかったからね。またっすか。でも女子にしては詳しいやん。Y は20歳超えたあたりから野球熱はだんだんなくなったし。Y も野球熱が乃木坂好きになってなくなったわ。
横浜のマシンガン打線の時は熱かったんだけどね。その後横浜がクソ弱くなって内川と谷繁がいなくなってつまらなくなった。昔の知識ならあるけど今の若手なんかニュースにならないとわからない。野球が好きなんじゃなくて楽天を応援する自分が好きだったんだろ。これ、久保に感じる嫌な感じはこれなんだよな。サッカーや駅伝とかいろんなスポーツに手を出してるけどこれなんだよな。応援する自分が好き。それこの世のオタクすべてに言えるけどな。だから川崎を知らないなんて一言も言ってないけど、チアダンサーとして球場で見たかどうか覚えてないって話。大丈夫お前ら？まともに社会で生きていけてんの？その日本語力で。見直せ。そんな話じゃない。知ってるか知らないかの話し。絡んでやるけどお前が捏造してるだけじゃん。そもそも知らないから見てると思うなんだろ。知的障害者か？その前提がまずおかしい。ムネリンなんかアイムジャパニーズと偽装スチールぐらいしか印象ねえし。ちょいと野球好きの小娘程度じゃ記憶にもないだろ。ましてやひいき球団の選手でもないんだから。乃木坂応援する自分キモすぎると常々思ってる。小中学生のジュニアチアガールに何を求めてるんだか。全力で一生懸命楽天応援しろよ。相手選手なんてスタジアムにいたかいないか知らんわ。サインボールでもくれたら別だが。いや知らないわけないない。じゃあ楽天ファンは柳田も吉田も佐々木朗希も清宮も山川も知らないのかよ。頭おかしいだろ。スタジアムで見たか？見てないか？の話だろ。前後の会話で理解できないなんて脳みそ壊れてるな。さよなら精神異常者。久保ちゃんが物心ついた時には胸は一郎に憧れてメジャーに行ってるからその頃は覚えてないだろ。幼稚園の頃から楽天大好きって言っちゃってる。川崎がメジャー行ったのは2012年だから辻褄が合わない。幼稚園じゃ対戦チームのスタメンなんか知らんだろ。むしろ野球ファン的には鉄平、磯部、山崎武史、フェルナンデスあたりを覚えてたらそっちの方がすげえ。さすがに幼稚園では他チームの選手や監督を知らないのは仕方がないと思うわ。俺もその頃は父親と共に阪神ファンで甲子園とかも行ってたらしいけど阪神の選手でも知ってるのは数人でコーチなんかも全然知らなかったし。そもそも記憶自体があんまないもの。乃木オタの日本語力ってここまで落ちたのか。いや、すが日本語力ゼロの大バカということにしときたい。川崎なんてメジャー行ってからここ10年くらい空気だし。野球好きでも引退したのかまだやってるのかわからんくらいだから。20くらいのやつが知らなくても不思議じゃない。久保が仙台にいた頃ってムネリンはソフトバンクにいなかっただろ。カープ女子の楽天版だから別に野球詳しくなくてもいいんじゃね。幼稚園だとひいきのチーム以外の選手はなかなかわからないのでは。小学生の高学年になってやっとという感じでは。小学校低学年の時からチアダンスやってるからな久保ちゃん。今は亡き野村克也や星野千一の前でも踊ってた、ゴールデンエンジェルスのエリート。野球好きで日本人メジャーリーガー知らないとかありえん。正直子供の頃見た野球選手は好きなチームしか覚えてないんだよな。野球好きでも中村則とかメジャー挑戦したの知らないジジイなんていっぱいいる。久保は中村則のことさら知らなそう。当時宮城に来てたかどうか確実なこと言えないんだからこういう答えになる。今一旦録画止めてみたらこう。久保、スタジアムで踊っていました。田中、ソフトバンク戦だったらムネリンもいたり？久保、そうですね。本当に多分見てると思うので。本人のことは知ってるけど球場で見かけたかどうかって話だろう。お姉ちゃんがすげえだろ。正月休みに試合の録画見るとか考えられないわ。姉も阪神のユニや今宮のタオル持ってる画像あるからにわかは姉譲りかもな。それは全く反証にならないとだけ伝えといてやるわ。他で言うなよ。お姉ちゃん初めて見たわ。美人やな。死ぬほどどうでもいい話してんな。他に話題もないオワコンですか？幼稚園児に大人と同じように人気選手全員覚えとけというのは酷ではないか。子供なんか頭のキャパそんなないやろ。
アピールプレイって言葉自体を知らないの結構いるしな。だが、当然知らなくても野球は楽しめる。録画止め会話のキャッチボールそのまま書いたけど知らないなんて言ってないからな。まあ、整理しますと久保、楽天イーグルスの公式チアリーダーを9年やっててスタジアムで踊ってました。田中、ソフトバンク戦ならムネリンもいたね。久保、見てると思うので。剣道小林、印象には残ってないみたいだよ。スタジオ爆笑。まともな日本語力があれば、1、川崎を知らないとは言ってない。2、スタジアムで踊ったけど川崎のことが印象にない。単にこれだけの話とわかる。これが理解できない奴は小学校の国語からやり直そう。でも野手の花形である遊撃手だよ。ムネリンは守備の名手じゃん。ゴールデングラブ賞も取ってるレベルだぞ。それを野球好きが印象にないなんてあるか？広島の菊池を印象に残ってないっていうようなもんだぞ。やっぱりにわか確定でしょ。知ってる、知らないじゃなく現場で目撃したかどうかの話してんのに。ここまで頭悪いやつ、久々に見た。いやそんな話はしてない。久保の見てると思うけど印象にないを議論してるのに目撃したかどうかなんて誰も語ってないんだが。何を議論してるつもりでいたんだ？お前どの解釈は度が過ぎてるな。野球選手の名前言う対決やったらパワプロやってただけの俺の方が絶対いっぱい名前出る自信あるわ。お前らガキに厳しすぎるんだよ。自分がガキの頃を少しは思い出せ。しかしこんなにあからさまに捏造する奴が何十人もいるもんか？捏造レベル超えてないか？賛同してるっていうか一人やろこれ。まっすだしな。久保ちゃんのアンチしてる奴がいかに頭悪いか、これではっきりしちゃったよね。知らないとは言ってないけど知らなそうではある。久保って大したことないのに持ち上げられてるからこういう時ここぞとばかりに叩かれちゃうよね。持ち上げてる奴のせい。以上、秘宝、久保しおりさん、幼稚園の頃から野球好きなの設定なのに川崎宗則を知らないに対するオタたちの反応でした。アンチの捏造すげーな。そもそも幼稚園のほぼ記憶なんてないでしょ。よければコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。